こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は2024年4月前半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと4月15日をもって外れるタイトルをご紹介します。ぜひ最後まで見てね。レゴ 2K ドライブ4月3日からゲームパスに対応します。レゴマシンを組み立て、運転し、広大なオープンワールドを自由に探索することができるレーシングゲーム。今作では自分だけの夢のマシンを作ることが可能となっていて、ワクワクがいっぱいのレースコースやオフロード、そして水の上さえも自由に走ることができます。新人レーサーから一流チャンピオンへと上り詰めていくストーリーモードやオンライン協力プレイに対応。また、画面分割での2人協力プレイも可能で、ストーリーを仲良く楽しむこともできます。ご家族で遊ぶのにもぴったりな作品ですね。ビルゲーターゲーム4月4日からゲームパスに対応します。小さなワニとしてオープンワールドを冒険するアドベンチャーゲーム。友達を作ったりクエストを進めたりなど可愛いアクションを利用してまったりと自分の好きなように遊ぶことができるとのことです。本作は全ての機種で日本語には未対応となっています。 EA スポーツ PGA ツアー4月4日からゲームパスに対応します。本作では世界の最高級ゴルフコースを含む30のコースを搭載していて、かつてないほど細かいディティールまでゴルフを楽しむことができるとのことです。本作も全ての機種で日本語には未対応となっています。ボタニーマナー4月9日発売日初日からゲームパスに対応します。ビクトリア時代のイギリスの庭園を舞台とした一人称視点のパズルアドベンチャーゲームです。植物学の本を完成させるために研究に励む学者として本やポスター、手紙やからくりなど屋敷の中に散りばめられた植物の育て方のヒントを見つけ、自身で植物を成長させることによって先に進めていけるようなゲームとなっています。また今作に登場する植物は全て空想のものですが、現実世界の自然現象をもとに考案され作られているとのことです。癒しと安らぎに満ち溢れた空間での謎解きを楽しめる作品で、ストア表記では日本語への対応も明らかにされています。ほな4月9日からゲームパスに対応します。極寒の地を舞台にした一人称視点のアドベンチャーゲームです。殺人事件に遭遇してしまった私立探偵の主人公として調査や謎解きを行っていくこととなります。本作も全ての機種で日本語には未対応となっています。シャドウ・オブ・ザ・トゥームレイダーディフィニティブ・エディション4月11日からゲームパスに対応します。3D アクションアドベンチャーゲームの金字塔であるトゥームレイダーのリブート版、その3部作の完結編となるタイトルで7つの追加 DLC や過去に配信された武器やコスチュームなどが全て収録された完全版となっています。過酷な状況でのララクロフトの成長が描かれていて、サバイバルや探索、謎解き、戦闘をとても美しい映像表現で楽しむことができます。本作は前2作と比較すると謎解き要素が多めとなり、戦闘パートはやや減少しています。目新しい新要素は含まれてはいませんが、3D アクションゲームとして安定した面白さを持っているので、未プレイの方はぜひ遊んでみてください。前作のライズ・オブ・ザ・トゥームレイダーもゲームパスに対応しています。ハロルド・ハリバット4月16日発売日初日からゲームパスに対応します。彫刻や模型制作など手作業で制作されたビジュアルが特徴的なアドベンチャーゲーム。異星の海に沈んだ都市に匹敵するほどに大きな宇宙船を舞台にした友情と人生をめぐる物語を軸としていて、主人公のハロルドとして住民たちと接し、巧みに綴られたドラマやユーモア、そしてサスペンスが織りなす魅力的な物語を体験することができるとのことです。ストア表記では日本語への対応も決まっています。そしてヘルブレイド・セヌアーズ・サクリファイスが3月26日から新たに日本国内でも配信され、ゲームパスにも対応しています。DMC デビルメイクライを手掛けた忍者セオリーによって作られた精神疾患の苦しみをゲームとして描いたアクションゲームです。海外の Xbox One でのリリースは2018年だったので、発売から6年目にしてついに日本でも配信される形となりました。
なお今作は2021年にはシリーズ X、S 向けのアップグレードも行われ、非常に美しいビジュアルで楽しむことができます。ゲームボリュームはコンパクトで、待望の続編の発売が5月に控えていますので、未プレイの方は今回の機会にぜひ遊んでみてください。さらに3月28日には、以前から海外のゲームパスに対応しているワールドウォー Z に最新のアップデートが配信され、新たに日本語が追加されています。オンライン4人協力型ゾンビシューティングゲームで、凄まじい数で押し寄せてくるゾンビを倒して進めていくステージクリア型の作品です。オプションで一人称、三人称の視点変更ができるのも今作の特徴です。メディックやガンスリンガーなど様々なクラスとレベルアップ制のシステムを採用していて、レベルを上げてスキルを覚えていく成長要素も搭載しています。また作中には東京ステージも存在していて、東京の街並みを舞台にゾンビと戦うことも可能です。嘘つきの体に近づかないでください。積極的なゾンビ、調理などの看板やポスターを見ることができます。梨道楽。日本では未配信ですが、アップグレード版であるワールドウォー Z アフターマスとともに海外のゲームパスで配信されています。ここからは4月15日をもってゲームパスから外れるタイトルをご紹介します。バックフォーブラッド、追加から2年半でついに外れることとなります。レフト4デッドの制作陣によって新たに作られた4人協力プレイ型の FPS ゲーム。L4D と違ってキャラクターによって異なる能力を持っているのと、カードを装備してデッキを組み有利に進めていけるという要素が追加されています。基本的には L4D っぽい作りを継承しつつも、やや全体的な出来の荒さが目立つタイトルでもあり、ランダム性が強く理不尽寄りにも感じられてしまうような高い難易度を誇る作品です。ただ L4D の完成度には達していないものの、私個人としては非常に楽しめた作品であり、決して悪い作品ではないと思っています。ラスボス戦は特に過激な難しさでしたが、クリアした時の達成感も大きいです。腕に自信がある方やフレンドとワイワイ遊びたい方にはぜひ触ってみてほしいです。ファントムアビス、追加から1年半で外れる形となります。ムチを使ったパルクールアクションで大量のトラップをかいくぐり、神殿の奥深くを目指していくアクションアドベンチャーゲーム。本作の魅力は非同期型の大規模マルチプレイで、自分のマップ上で他のプレイヤーがプレイしている姿を影として見ることが可能です。他人がトラップにかかっている姿を確認して落ち着いて進めたり、難関を突破したりしていける感じですね。また一度遊んだら同じ神殿には二度とプレイすることはできないというワンプレイ方式で、クリアできるかゲームオーバーとなるかの緊張感を楽しめる作りとなっています。リサーチ&デストロイ、追加から2年で外れる形となります。本作はプレイヤーが操作する3人のキャラクターと敵のモンスターが交互に行動するストラテジー要素を取り入れたターン制のアクションゲームとなっています。プレイヤーのターンにはモンスターが動くことはないので、キャラクターをどう動かしていくかという位置取りや戦略性が求められる作品です。すごく洋芸っぽい見た目の雰囲気ですが、開発は日本で行われていて、弾丸論破やシュタインズゲートなどのコラボ DLC も販売されています。またアムネシアコレクション、アムネシアリバース、ゾーマも追加から1年半でゲームパスから外れます。いずれもホラーアドベンチャー作品ですが、すべて日本語には未対応となっています。ということで、今回は4月前半に新たにゲームパスに追加されるタイトルと、4月15日をもって外れるタイトルをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報やレビューを行っていきますので、よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。Twitter の方も情報発信行っているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。